はいどうも、今回も始まりましたエンティームの滝です。でこいつですマキです。はい、今回はこの3人でお送りしていきたいと思います。でもこの番組でこの僕滝が進行するのは初ということで、あ、そうなんだ。でも単独のラジオもいただけて、うん、絶賛頑張っているので、うん、ちょっと今回はね、でも今回はいろんな話ができたらなって思っております。意外と進行してるイメージあるけど。いやでも意外にこの番組では初めて。そうなんだ。はい。ちょっとメールでも読んでいきたいなと思うんですけど、はい、エニシネームニコラスマイルさん。マイル、ニコラスマイルさん。ニコラス、違う、なんでもないわ。何に反応してるメンバーで焼肉に行くとき、お肉焼く係やとにかく食べる係、注文してあげる係などメンバー内での役割分担が気になります。みんな美味しいものをたくさん食べてくださいということなんですけど、これ面白いね。うわ、お腹空いてきた。お肉焼く係でもニコラスは俺率先して焼いてくれるイメージあるんだよね。そうね、ニコラスとケイヒョンがね、焼いてくれるの美味しいく。確かにケイヨンはお肉の何度ぐらいが美味しいとかまで知ってるから、そう確かにそういうこともやっぱやってくれるし、あと頼むのもやってくれるね。確かに最初いっぱい頼んで、そういっぱい来て、でも食べる係はむずいな。みんな基本食べてるけど、そうね。でみんな先に食べてて、で残るのは僕は全部食べますっていう。そうですマジニコラスの流れニコラスの言い分マジ無限だよね。そうね。そうずっとたくさん食べるから、だから逆にメンバー食べてから、食べ終わってから食べるのがなんか心が楽。心が楽、そうなんだ。優しすぎる。いっぱい食べちゃうから。そういうことね。いつもちょっと制御してるんだ。そうだから早く食べさせて、お腹いっぱいに作って、だから自分が食べる。その後が。またね、9人とかでいけたらいいね。うわ、お腹空いてきた。いいね。じゃあ続いてみかん配達員さん、ありがとうございます。はい。私はコインランドリーの匂いが大好きです。仕事帰りに近所のコインランドリーの前をわざわざ通って帰ることもあります。日常で感じる好きな匂いがあれば教えてくださいとのことなんですけど、エンティームの皆さんの香水じゃない日常で感じる好きな匂いということですね。むずい。コインランドリーって匂いある？でもなんかちょっとその機械みたいな匂いない？なんかちょっと全く分かんないわ。俺なんか鼻敏感だからさ、そうね、そういうの分かっちゃうんだけど、ちょっとタッキーのやつ気になるわ。俺はこれちょっと怪しがられるというか、ちょっと変だと思われるかもしれないんだけど、ガソリンの匂いが好きなんだよね。でも分かるよ。分かる？分かる。ちょっと癖あるね。そうなんかガソリンスタンドの前とか通るとちょっと感じる匂いいいよね。いいのか分かんないけど、ちょっとそれは僕好きっすね。体には悪そうだけど絶対体に悪いよあれ。逆に他にあったりする？他なんだろう。俺、他の人の家の匂い好きかも。面白いね。何、普通に入ってってこと？そう、入った時さ、なんか自分の家は無臭じゃん、慣れてるから。分かんないね。でも他の人の家に上がった時にある匂いが結構好きかも。こうなんかその家のなんか特にこうなんていうの、なんか多分匂いを振ってるわけじゃないんだけど、その家の例えば木とかの匂いとかがこう家に染みついてるから、その匂い結構好きなんだよね。確かになんかなんだろうな、家庭の匂いっていうかさ、すごい温まる匂いを感じますね。ということでいろいろ話していったんですけど、今回はニコラスくんにフューチャーした回ということで。フィーチャーですね。フィーチャーですね。未来になっちゃった。ごめんなさい。フィーチャーした回フィーチャーですね。でいろいろ哲学だったりいろんなお話してると思うんですけど、ここはニコラスということで、またこれお題が新しいですね。なぜかというと第14回でニコラスくんがなんか話したいことがいっぱいあるっておっしゃってたみたいですけども、なんか大丈夫ですか？話したい話す準備できてますか？そういう話が好きだから。でも一回みんなと話してみようかなで、普段こういう話する気があんまりなくて。ないね。わかりました。ということで今回はニコラス君に語り尽くしていただきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは始めていきましょう。エンティームのご縁があって喋らせてもらってます。はい、じゃあニコラス君、
最初のテーマ何でしょうか？まずは話したいのは竜についての話なんですけど深いな。竜。いやもう俺が現実的じゃない話が好きだから、その竜をまだ存在してるか存在してないか、そういう話を。そこからだ。そうそうそう存在してるかしてないか。そうそうそう。じゃあまずニコラス君どう思ってるわけ？俺は絶対存在してると思う。あ、してると思うんだ。絶対地球にどこにいると絶対どっかにある。その心はなんでそう思うの？そうだよ。そうだからまあ竜はその存在してる、その正直昔なんて生きてたその竜たちなの、ダイナソーとか恐竜とか、そういうの今の姿も俺らその骨とかそれなんか残ってるの次第なんていうの？死体？そう。死体。死体骨っていうかね。で自分で想像して検索して想像した姿を描いたわけじゃん。確かに確かに。でも実際はそういう姿でもではないのもそういう可能性もあるから、結構でかいし、普通にもう今人間が作り上げてるものかもしれないですね。そうそうそう。確かに。まあだから今存在してて、でも俺らがなんか俺ら予想通りじゃない姿で生きてるかもしれないから、そして海が実はめちゃくちゃ深いよ。深海ってことね。そう海だ。俺らスペース対してと海に対してしてることは実は海の方がまだ分かってないらしいよ。あ、そうなんだ。そう。それは知らなかった。宇宙の方がまだ分かってるんです。そう。海の中深い、なんかめっちゃ深いところ多分何%も行ってないよ。結構少ない。そうそのレンジで何%も行ってない。じゃあそこに竜がいるかもしれないよね。そう。そうだ。そこにいると思うと。でそして昔も何回も人間が竜をなんだっけ、目撃したことある、見たことある。そう見たことある、そういうニュースが何回もあって、でも竜がその出るその被害は全部めっちゃ大雨で、そうあまりちゃんと見えない時で出るから、だから見たことあるけど、でもまあニコラスは見たことあるの？ないから見たいよ。そんなこと考えてたんだ、いつも。だからたまにDM でルネの皆さんもその話しててDM で竜いるかいないかを聞いてる。そうだからめっちゃ大雨の時は今竜出てるかもしれないみたいなそういう話をしてるからどう思う2人？かわいいな、ちょっとかわいすぎるな今回。いやこれかわいい話ではないよ。竜よ。どう？竜、まだネッシーとかも竜に分類されるのか。ネッシーってわかる？ロックなんだっけ？ロックネスかな。まあわかる。どっかの湖の中にいるかもしんないって言われてるやつなんだけど、その子も竜に分類されるんだったらちょっと信じるかもしんない。ネッシーね。水の中だけにいる竜とかもいるだろうし、確かに。まあ宇宙にもいるかもしれないし、竜は。いないとは言い切れないからね。そうね。俺はねなんかあんま信じれないんだよね。そういうやっぱさ本とかあるじゃん。見つけたとか、よくそういう本とか中学生の頃読んでたんだけど、やっぱりそのなんかネッシーもそうだし、そのよく森の中にいるそういういるじゃん。そういうのってあんま信じれなくて。絶対なんかこれ作ってるだろうとか AI じゃないかなと思っちゃうんだよね、どうしても。俺もでもこうなんか目撃したっていうのがあると、逆にちょっと信じれなくなる派かも。俺もそうなんだ。そうこうなんか、例えば SNS とか見てて、目撃したっていう動画が出てくると、これは絶対嘘だなって逆になっちゃう。竜ってむずいな。そうだから地球まだ思ったよりでかいよ。俺らは勝手に人間が全て知ってるその上で、なんか竜存在してるか存在してなんか正直。そして、この前もちょっとこの話出たけど、日本狼もうみんなもう生きてないって勝手に思ってるじゃん。日本狼、昔そういう種類の狼あるけど、日本狼ってそう日本狼ですよね。
日本狼ってそういう種類の狼いるけど、でも多分もうなんか時間流れて量がめっちゃ少なくなって、でなんかラスト1匹なんか見た人がもう何年前で、だからみんなもう勝手にもう今はもう生きてないと勝手に思ってるけど、でもなんか森のめっちゃ中とか多分誰が日本狼見たのそういう話も出てるから、だから今まだその話なってる。なんか本当にまだ生きてるか生きてないか。日本狼本当だ、1905年に絶滅したとされていますが、されてますがだよね、いるかいないかなんてそんな誰もわかんないし。へえ、怖いな。100% でもう生きてないな、そういうのは、もう信じないからね。じゃああれだ、なんだなんだメガロドンかな、めっちゃでかいサメ。メガロドン映画もあるじゃん。サメも信じる？絶対いると思う。まだ深海はちょっと俺も何か絶対いると思う。だってあんなさ、もうだって富士山より高いものが下にあるわけじゃん、深海って。もうそのぐらいの深さだし、もっとやもん、絶対何かはいると思う。絶対いろいろ俺らが知らない。そう植物だったり動物だったりで、いやなんかそう言うと俺らなんかめっちゃなんで言うの、そのノレッジめっちゃ使えるその動物の種類の中で人間だけじゃん。そうだから、そうそのレベルが、そうまあ頭よなんかいい動物にしても、なんか例えばドルフィンとかそういう、クロウとか、そういうもう頭いいけど、でも人間と比べたら全然、レベルが違うじゃん、だからそれも怪しいと思う俺は。なんで人間が一番上なのか。そうそして俺ら今なんだっけ 1D、2D、3D、4D なんかそういうの俺らなんていうの、ただ俺らこういうレベルの動物、そういう生き物だから、こういうのは見れるけど、もっと上の存在してる生き物だったら、他の形でその見れるかもしれないから。確かに例えばそのアリの世界の中ではこういうのないよ。だから全部一緒。そうなんだ。そう俺らはこういうなんか高さ長さとか、その広さとか分かってるけど、でも多分他の動物にはそういうのないかもしれないから。これニコラス哲学の会に行った方が良かったんじゃないですかね。それは思った。いや俺はこういう話絶対哲学の時に行った方が意外にちゃんと考えてるよねニコラス。俺はこういう話聞くのは好きなんだけど、説明がマジで苦手なんで、確かにアリはだってどこにでも行けるもんね。だからもう見てる世界が違うかもしれないもんね。あと4D の世界では俺らが見えないだけで他のこう生物とかが俺らを見てるかもしれないからね。そういうこと？そう。4次元ってこと 4D って。そう確かに。そう次元の話もよくタイムマシンのさ、行けたら。それさっき話したんかい。さっきというか先週話したんかい。俺は気になってんのはタイムマシンっていう言葉がなぜできたというか、なんでこのなんだろう世界に存在する言葉になったのかっていうのがすごい不思議なんだよね。タイムマシンがだって今これ存在してないわけじゃん、今いくらその夢の中の話とはいえど、なんか俺は可能性を感じるんだよね。なんかタイムマシンできてほしいっていう願いとともに、なんかすごい不思議なものだなと思う。じゃあもう存在すると思うってこと？存在してもいいんじゃないかってそろそろ思っちゃうの俺は。今のこのテクノロジーというかこのいろいろ発達してる中で、なんで逆にタイムマシンがないのかって思っちゃう。 AI で今何でも作れる時代になったじゃん、なっちゃってるじゃん、だってタイムマシンだってしたらタイムマシンはいけると思っちゃう。結構難しい話になるね、タイムマシンは正直使って今まだ、そういう話してるのは
今タイムマシンで例えば過去に戻って、その同じその時間ラインにいるのか他のそのも世界線ユニバースにいるのか、そういうのも違う世界に行ってしまう。そう違う世界って何だからタイムラインは俺ら思ってるようなタイムラインはこの一線だと勝手に思ってるけど、その時間はそうなんだ時間はそんな簡単なことではない。そうか。そう時間は正直あるかないかそれも問題だし、時間は比べたものだからもう例えばもうスペースにいるのは、その時間はまあ例えば地球に、そのなんか時間、その比べるものがあるから時間感じるけど、スペースはそういうものないから、だから時間を感じれない。だから例えばもうスペースにいる人が何十年も行ってもその姿は変わんない。そうなの？そう変えてマジで？そうだから変えて人間がめっちゃもうお年寄りになるとかそういうのあるよ。地球と宇宙とで時間の流れが違うから。流れが違う。なるほど。そう過去に行って過去の自分と会ったらどうなの？いやだからブラックホールができる。そうなの？お前適当やな。ブラックホールできる。ブラックホールできるやん。会った瞬間ブラックホールできるやん。できるかお前。映画はでもそういう映画もあるけど。そうなんだ。そうマジで触れちゃダメみたいな。過去の自分と。でも絶対ダメな気はするよね。影響をさせたらダメみたいな。そうだからその過去に戻った時点からもういろいろ問題になると思う。そうなの？世界線が変わるからね。そうなんや。でもあとさ、なんだっけ、よく俺が映画とかで見るのは壁をすり抜ける現象で、壁っていうかそういうものって粒子が微動だに微動だにしない粒子が細かくてガラララって動いてるわけじゃん。俺らもねこれ今ね。だから人間もその粒子の速さで動けばなんかすり抜けられるというか、なんかそういう映画を見たのよ。それは可能なのかなと思って、俺めっちゃ気になるんだよ。それやってみたいと思うし便利やん。だって可能じゃない？可能？でもできるわけではないじゃん。確かにそれはまあテクノロジーとしては可能なんだけど、でもできる人いないから。それめっちゃやってみたいよね俺。これ日本語なんだよな。これわかる？原子そうだから例えば俺今竹を触ってるけど、でも実際は剣士は触ってない。だから俺ら本当にこのなんかまあ基本としては実は触ってない。でわかる？なんか剣士はもうこの天みたいなものなんだ。そうこの感じで存在してる。この感じじゃなくて。だからその間がことはないってこと。そう増えることは実際はない。じゃあ今何触ってんの？これ何触ってんの？いや感覚わかんない。だから剣士ではなくて、剣士は物のすべての原子はそう俺らはなんかすべてを原子で作ったものだから。だからその間があって、だからさっき言ってるのはそのスピードがそのテンポが合わったら、それ違うで入れるけど、でもそれができるのテクノロジーはないから。そういうこと？でも俺ら原子で生きてるじゃん。俺ら原子で生きてる。俺らの原子って自分が原子であるって自覚してんのやばくない？深い。何それ。確かに俺ら今全部原子でできてるんだけど、俺らを作ってる原子が自我持ってんのよ。確かにちょっと怖いなと思った。確かにっていうのをどっかで聞いてと思った。確かに多分そういういるかもしれないけど、多分人間ぐらいだよね、哺乳類。イルカだって人間より頭いいとかよく聞いたりはするけど、イルカは7歳児ぐらいの知性を持ってるっていう。そうなんだ。だからそう思ったら人間が頭いいって思ったら、で俺勝手にそれが怖いよ。例えば俺らは作られたものだったら、今俺ら全部やってることが全部もっと上にいる生き物とかそうできるようにさせてくれてるってこと。させてる
そういう感覚があったらめっちゃここね。うわでも映画でもさよくあるそのゲームの世界だったみたいな、もう誰かそのゲームの主催者がいて、まあ、俺らはもうほんとただやられてる人みたいな。俺はそれも信じてる。でも俺それは全然ありえると思うし、で人間だってありえないじゃん、人間って。まあ確かにおかしいよ人間は。まあいろいろその歴史はあるとはいえど歴史もインプットされてるかもしれないからね、俺らの脳に。今まで学校で習ったこともそう全部インプットです。怖すぎる。それは 100% 正しいわけじゃないから、俺は本当に猿から人間になったのか、それも正直分からなくて。確かに俺は多分猿も迷惑してるかもしれないしね。俺勝手にね、お前ら勝手に同じにされてね勝手になんかそういうの次の話になるよ。次の話があるといいよ。はい。人間は作られたものか、本当に自然に naturally できたものか。はい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 。だから今俺らが思ってるのはもうナチュラルじゃん。それがもう基本っていうか、なっちゃってるけど、でも俺もちょっと作られた存在をちょっと推したい。その説を。俺はゲームとか信じちゃうし。マキは？俺は自然にできたって信じるかな。もし作られたらじゃあ何、もっと上の存在が人間をこうバーって作ったってこと？だから例えばね、俺らよりもっと上の生き物だったら、自分と似てるそういう存在を作って、そのなんか例えば全部今地球の全てはサイエンスだったと思ったら、地球はもう例えばそのもっと上の生き物にはめっちゃちっちゃいもの、ただの実験みたいな感じで作られてる。だから例えば俺は何考えてるか全てやってることが全部サイエンスにやってる。だから面白いじゃん。例えば俺らもそうするし、人間もそうするし、動物を飼って何してるかそれは楽しむじゃん。それ怖いわ。だからでこう考えたらまだ次の話があると思うどんどん行こう。それは地球と月の関係性。月か。星と星の距離はそれはその普通は基本あるよ。なんか近すぎると光り合っちゃうから。そうで遠すぎると離れるから、で月は正直今いるその距離がめっちゃ微妙だよ。思ったより近い。近いんだ。そう近くて、その月があるこそ季節ができる。そうなんだ。そうだからその季節ができるから天気ができるけど、できるこそその生き物が生きやすい、できやすい。でもその距離がすごく微妙で、人間はまだなぜがその説明ちゃんとできないし、微妙っていうのは近すぎる。そうその距離が。だから他の星とかそういうのを見たら全然まあそういうなんかルールとかあるけど、月と地球の距離が今結構微妙だし、そして月そういうのあるじゃん。例えば大きい星とちっちゃい星、この関係性が、そういうのはよくあるけど、でも月は地球には大きすぎ。そうなんだ。4分の1より大きいから、普通はそんな大きくないらしい。月その隣についてる星、そのでかいやつの隣についてる星が地球よりでかいし、そして地球はまあ月の話になるけど、NASA とかなんか何回も月行って、なんかまだ裏話になるけど、月は裏面は俺らは見たことない。言うね、よくね。確かに。でそして月そんな大きく見えるけど、で何回そういうなんかサイエンスやったよ。なんかちょっと戦ってその反応を見るそういうサイエンスあるけど、月がこの前NASA はそういうなんかロケットみたいなやつこうやって送って撃ったんだ。そう撃ってちっちゃいやつで月が1時間くらいで触れていった、ということで軽いよ。軽い。そんな大きさでそんな触れないでしょ。
それ全体的にこれで揺れてたんだ。それ揺れてた。そうだからもう NASA は信じなくてもう一回ロケットみたいなやつもう一回もっとなんか重いやつこれで撃って3時間くらい触れてたらしいよ。だからじゃあ軽いんだ。そうだから、そういうことで中は何もないらしいよ。空洞。そう月の中が何もないってこと。まああるはまあ何があるか分かんないけどでも、そのでかさと、その軽さがまあマリアンデじゃん、ありえないことだから、でそして裏目も見たことないし、そしたら月はその地球のために作ったものではないのかなという話もある。へえ、すごっ、深っ。どこで勉強してくるの？いやただ好きだから。すごいわ。自分で調べて面白。すごい。でなんかこう宇宙に関連するさ、映画とか見るとさ、こう例えばある惑星に行くと月めっちゃでかかったりするじゃん、だからって考えると今の月がでかすぎるって考えるの難しいんだけど。確かにね。まあねそこまではまだ分かんない。どういうこと？でかすぎる？そうだからでかすぎるってさっき言ってたけど、こう他のまあ映画の話だけどね、映画の話で他の惑星が映ってる時に、こうめっちゃいろんな3つぐらい月があるんだけど、もうその惑星の半分ぐらいのサイズの月が3つぐらい見えてる時とかもあるから、いやそれ多分比べだね。なんだっけ、惑星、さっき惑星だけど、そう惑星の大きさとその隣についてる星の大きさの比べるそのレベルが、だから月はシンプルに地球には大きい。大きい、ちっちゃく見えるけど大きい。そうでちょうど隠すじゃん、そのなんていうの、太陽皆既日食。そうそれ、ちょうど隠すサイズだから、確かにそれはまあ自然としたら、ミラクルになるけど、でもサイエンスには説明できないことが全部難しいよ、確かに地球っていう星が奇跡だもんね、言ったら。そんな水も大気も、今こうやって俺らが住めてることも、だから正直そんな星が何個かあってもいいと俺は思うんだよ、やっぱり。住んでる星があるとは俺それを思ってるし、宇宙人っていうのもう多分いると思うし、絶対いると思う、そういう部分では結構宇宙はね謎い、分かんないものだらけや。そう朝からこんな話すると思わなかったけどね俺もまさかそんな真剣にこの話しようとして普通は絶対いやメンバーにはこういう話しないからね。確かに。いや話切ったいやでももっと話したらもっと深くなるからじゃあ今日はこの回でいいどんどんなんかなんか考えさせられるな。メンバーはどんどんなんか考えが多くなっちゃうから。よくさまあちょっと話ちょっと変わるけどさ、なんか必要じゃないものはさ、その生物がどんどん退化してさ、次また生まれ変わる時もうなくなってるみたいなさ、それもなんか面白くないと思って。進化、そう進化とも退化とか、いらないと思う。自分が多分それはいらないと思って必要ないと思ったら次の生まれる世代というか、次の生まれる魚だったりなんか動物だったりする時はもうないわけじゃん、それもすごくない？でもその意識でもなくなってるわけじゃん。そうね、少しずつ減っていく、その過程が面白いってことね。人間もいつこの体が変化するかも分かんないし、確かに今この体でいることが一番完全体なのかもしれないし、そうもっと変わっていくかもしれないしっていうのは不思議だよね。このなんかいろいろね。そうですか。不思議だよ。今この話してるのも見られてるかもしれないし焦ってるかもよ、上の人たちめっちゃおもろいやん。でも焦んないと思う。焦んないと思う。多分始まるか。そう思った通りだと思う。でやってる。うおで俺は考えてるだけで、でも何もできないじゃん。確かに。まあね、バレたって思わないから。面白いこの話してるね。
で本当に正しいかわかんないねみたいな、絶対楽しんでるでしょまあちょっとイカゲームみたいなちょっとまあいっぱい話したいんですけど、どうですかニコラス君、話足りましたか？いやこういう話したらマジで終わんないのででいつか機会があったらまだ、はい、皆さんと話したいと思います。確かになんかラジオを撮ってるというよりも普通にもうエンティームのこれやと思うね、会話やだし、ポッドキャストに確かに。いや俺説明できないから聞いてる皆さん大丈夫かなまあこれがねルの皆さんは好きだし、エニシの皆さんも楽しんでいただけると思うので、まあ、ということでエンシャベは Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、YouTube で配信中です。チャンネルフォローよろしくお願いいたします。エンシャベではあなたからのお便りを募集しています。番組概要欄のメッセージフォームから感想や質問、番組で僕たちにやってほしいことなど何でも送ってください。はい、また SNS でもハッシュタグエンシャベをつけて感想など投稿してください。エンはカタカナで、シャベはひらがなです。はい、はい、ということで終わってしまいましたけども、ニコラス会、そうね、またなんかいいね、こういうニコラスにフィーチャーしたから、なんかあんまさどういうこと考えてるかってさ、意外に分かんなかったからさ、また勉強してきたら。確かにで俺もなんかその月のこととかちゃんと自分で調べてんの知らなかった、確かに意外になんか知識豊富というか頭がやっぱいいんですね。どういう感想なの？長い期間いるけどさ、あんまそういうイメージなかったんだよ正直。もっと適当に生きてるから。そう俺自由っていつも言ってるから。そう考えが自由じゃん。始まります。自由に考えてるから。あ、そういうことか。想像力豊かなね。そうみんなを、そう考えさせたいわけじゃないから。自分で考える方ね。そうまあここまでお聞きいただきてありがとうございました。はい。ここまでのお相手はエンティームの滝とニコラスとマキでした。バイバーイ。